雨月物語。吉花のちぎり。春に青々と茂らす柳は庭に植えてはならない。同じく交わりは軽薄な人と結んではならない。それは柳はすぐに青々と茂らすが、初秋の風にたちまちに散ってしまう。軽薄な人は交わりやすいが、また離れてゆくのも早いからだ。柳は春が来るたびに葉を茂らしもするが、軽薄な人は二度と訪れることがない。播磨の国に長谷部左門という学者がいた。日夜親しむ書物のほかには身の回りのことを気にもせず簡素に暮らしていた。左門には老いた母がいたが、いつも機織りをしながら左門の志を達成させようと助けていた。ある日左門がある人の家でよもやま話に花を咲かせていると、壁を隔てた隣室から苦しそうなうめき声が聞こえてきた。主人に尋ねると、主人は西の国の武士らしいのですが、一晩の宿をお貸ししたところ、その夜に高熱を出されて、伏せたきり、3、4日過ぎてしまいました。どこの人とも知れず、とんだ誤りをしました。と言って、途方に暮れている。左門はこれを聞いて、お気の毒な話です。ご主人のご不安はもっともですが、知人もいない旅先でこんな病に苦しまされるとは大層切ないことでしょう。ご様子を伺ってもよいですか。主人は流行り病のこともあり、隣室に入るのを止めたのだが、左門は主人を言いくるめ、戸を押し開けて病人を見た。病が重いと見え、顔は黄色く、肌は浅黒く痩せ衰え、古布団の上に苦しそうに身を横たえている。そうして左門を人懐かしそうに見ると、お湯を一杯受けたまわりたいと言った。左門は近くに寄って、もう心配には及びませぬ。必ず私が救ってあげましょう。と言い、主人と相談して薬を選び、自ら処方し、煎じて飲ませた。その上なお、粥を食べさせ、その世話をする様子は、兄弟のごとく、一刻たりとも放ってはおけないというような手厚さであった。武士は左門の看病の親切さに涙を流し、私のような見ず知らずの旅の者を親切に看病してくださり、感謝の言葉もありません。たとえこのまま死んでしまおうとも、必ず恩返しをしたいと思っております。と言った。左門は、気弱なことを言わないでください。きっと良くなります。私が毎日看病しに参りますので。と約束し、
心を込めて看病した。そうして武士の病も次第に回復に向かっていった。武士は主人に丁寧に礼を言い、左門の善意に敬意を表して、なりわいのことや身の上を語り合った。自分は元は出雲の国松江の出身の赤名宗右衛門というものです。わずかに兵法を学び、出雲の国戸田城主円谷家紋之助を師とし、近江の国に密使として滞在している間に、戸田城が尼子常久の野襲に襲われ、乗っ取られました。その時、私の死も討ち死にしました。そこで出雲の国に帰る途中、ここで病に倒れ、思いがけずもあなたの世話になったのです。身に余るご恩であります。ついては我が藩将にかけても必ずご恩返しをしたいと思います。左門はあなたの窮状を見て、見殺しにできないのは人情というものです。そんな風におっしゃらず、このままご養生してくだされ。と言うと、赤名はその言葉を頼りに何日か滞在し、日が経つにつれ、元の体調にまで回復していった。この日頃、左門は良き友を得たと思い、赤名と昼となく夜となくいろいろな話をした。赤名は聡明で兵法にも通じていたので、その語るところは左門の心に響いた。二人は感心したり喜んだりしながら、ついに兄弟の契りを交わした。赤名が左門より5歳年上であったので、兄としての礼儀に従い、左門に向かっていった。自分は子供の頃に両親と死に別れました。あなたの母上は私の母上でもあります。ぜひ母上に拝願願いたいと思っております。母上は私の気持ちを受け入れてくださるでしょうか。これを聞いた左門は喜び、我が母は私が孤独なのをいつも憂いています。あなたの言葉を聞かせてあげれば寿命も伸びましょう。と言い、赤名を伴って家に帰った。母は赤名を喜んで迎え入れた。赤名も喜びながら数日間またここにとどまるのであった。昨日今日咲いたばかりに思えた桜も散り、涼しい風に立つ波が白く映る初夏が訪れた。赤名は左門親子に、私が旅をしていたのは出雲の様子を見ることが目的でした。この度は一旦出雲の国に下った後、すぐに戻り、貧しいながらもご恩返しをいたしましょう。しばしのお別れを賜りたい。と言った。左門は、では、いつお帰りになられますかと聞いた。赤名は、月日の過ぎ去るものは
早いものです。遅くとも秋を過ぎることはないでしょう。という。サモンがそれに対して、日を決めてお約束ください。というので、アカナは、重陽の節句、9月9日をその日に決めましょう。と答えた。サモンは、兄上、必ずその日を間違えないでください。その日、一種の菊花を拍手に添えてお待ちいたしましょう。と答え、互いに誠意を持って約束し、アカナは西へと下っていった。月日はたちまちのうちに過ぎ、グミの実が色づき、垣根の野菊が美しく咲いて、9月となった。そして約束の9日、サモンはいつもより早起きをして掃除をし、木菊白菊を2つ3つ小亀に生け、財布をはたいて美酒を買い、鮮魚を料理して備え、アカナを待っていた。この日は空も晴れ上がり、見渡す限り一片の雲もない。旅を行く人々は次々にサモンの前を通り過ぎてゆく。しかし午後になってもサモンの待つ人は来ない。やがて日は西に沈み、サモンは外の様子ばかりが気になり、心はまるで酔ったかのように上の空だった。母はサモンを呼んで、アカナの心が秋空のように変わりやすいものではなくても、菊の花が咲いているのは今日だけではない。帰ってくる気持ちさえあれば、何の恨むことがありましょう。中に入って休んで、また明日を待ちましょう。という。サモンは母親をなだめすかし、先に休ませると、もしやと思い、もう一度外に出てみた。空は銀河の星も消え消えになって、月が自分だけを照らしているようだった。軒を守る犬の声も闇に澄み渡って聞こえ、波の寄せる音がすぐそばまで寄せているかのように聞こえてきていた。月も山に隠れてしまい、今日はこれまでと諦めて家に入ろうとすると、おぼろな黒い影の中に人の姿が見える。それが風が吹くにつれ、こちらに近づいてきた。目を凝らしてよく見ると、それは赤な宗右衛門であった。サモンは踊り上がる思いで、朝早くからお待ちしておりました。約束通り来られたこと、嬉しく思います。さあさあ、中にお入りください。と言った。ところが赤菜は、ただ、うなずくばかりで、何も言わずにいる。サモンは先に立って、赤菜を客間の窓際に迎え、
そこに座らせて、兄上のおいでが遅かったので、母は待ちわびて、明日を期待しながら床につきました。起こして参りましょうか。と言うと、赤菜は頭を横に振って止めながら、なおも口を開こうとしないでいる。左門は、日に夜をついてこられ、さぞお疲れでしょう。どうか一杯召し上がってお休みください。と言いながら、酒に缶をつけ、魚をすすめた。赤菜は袖で顔を覆い、その匂いを意味避けているように見えた。左門は、貧しい手料理ですが、私の心ばかりのもてなしです。さげすまずに、どうか召し上がってください。と言ったが、赤菜はなおも答えもせず、深いため息をついた。そしてしばらくして口を開いた。あなたの心のこもったもてなしをなぜ蔑むことがありましょうか。あなたを騙すことはできませんから、本当のことを打ち明けます。決して怪しみ、驚かないでください。私はもはやこの世のものではありません。汚れた資料が仮に人の姿をして現れたのです。左門はひどく驚いて、兄上、なぜそんなおかしなことをおっしゃるのですか。私には夢とも思えません。と言うと、赤菜は、そなたと別れ、故郷へ戻ったが、故郷の人々は大方、尼子常久の勢いに服して、もはや縁や家紋之助の恩を顧みる者もいない。そこで、いとこの赤名丹円を訪ねたところ、私に利害を説いて、尼子常久に引き合わせた。そして、私は、尼子常久の挙動を観察したところ、万人に匹敵する策の持ち主で、兵をよく訓練していたが、猜疑心が強く、そのために、腹心となって命をも投げ出す覚悟の家人がいない。こんなところには、長居は無用と思い、あなたとの約束があることを話し、立ち去ろうとしたのだが、尼子常久はそれを恨み、丹円に命じ、私を監禁したのだ。そのために、とうとう今日という日になってしまった。
ることができない。古の人は一日に千里を行くことはできないが、魂なら一日に千里をも行くといった言葉を思い出し、自ら刃に伏して自害し、亡霊となり吉家のちぎりを果たすべく、今夜陰風に乗って馳せ参じたのです。と言い終えると、とめどもなく涙を流した。もはやこれで長きの別れ。どうか母上によく孝行してあげてください。と言って席を立ったかと思うと、たちまちにかき消えるようにして消えてしまった。サモンは慌てて引き止めようとしたが、陰風に目がくらんで行方を見失い、うつ伏せに倒れ込んで、そのまま声を上げて泣いた。その声に母が驚いて目を覚まし、サモンの嘆き悲しむ様を見て、兄の茜が約束を守らなかったからといって、子供のように物の道理がわからないのですか。サモンはたった今起こった出来事を話し、またさめざめと泣き入った。母はサモンの思いがそういう夢を見させるのだと説いたが、しまいにはサモンの話を受け入れ、もう疑うことをせず、サモンと共に叫び合いながら夜を泣き明かしたのだった。あくる日、サモンは母を拝し言った。私は今日まで国に忠義を尽くすことも、親に孝行を尽くすこともできず、ただいたずらに生きているだけでした。兄上の茜は最後まで義を尽くして死にました。私は今日から出雲に下り、せめて兄上の遺骨を弔って義を全うしとうございます。母上にはお体を大切にしていただき、しばらくお暇をいただきたい。母は、早く帰って私を安心させておくれ。今日の別れを永遠の別れとしないでおくれ。と言った。サモンは、人の生涯は水に浮かんだ泡のように、いつ消えるともしれませんが、できるだけ早く帰ってまいりましょう。と言い、涙をふるって家を出た。サモンは出雲の国への途上、飢えても食を取ろうとせず、寒くとも衣を気にせず、まどろめば夢を見て泣き、10日で出雲の国戸田の城下に着いた。そしてまっすぐ茜丹円の屋敷に向かった。丹円はサモンを迎え入れて、狩りの頼りで知らせたわけでもなく、なぜ宗右衛門の死を知っておられるのかと尋ねた。サモンは、武士たる者は
富や名誉を問題にはいたしません。ただ義を重んずるものです。兄上の宗右衛門は一度結んだ約束を重んじ、亡霊となり百里を来ました。私はその義に報いて日夜を追ってここまで来たのです。兄上が縁屋との旧恩を思い、尼子に仕えなかったのは義であり、あなたが九州、縁屋を見捨て、尼子に下ったのは義とは言えぬ。兄上は吉家のちぎりを重んじ、命を捨て、百里を来たのは義の極みです。あなたは今、尼子に媚びへつらい、いとこの宗右衛門を苦しめ、非業の死を遂げさせた。尼子常久が強いて宗右衛門をとどめても、宗右衛門との交わりを思えば、密かにでも義を尽くすべきなのに、あなたはただ利に走った。あなたに武士の風紀がないのは、尼子の家風なのだろう。だからこそ兄上も、この国にとどまろうとはしなかったのだ。私は義を重んじて、わざわざここまで来たのだ。貴様はまたここで不義の汚名を残すがいい。と、そう言い終わらぬうちに、刀を抜いて切りつけた。赤な丹円は人たちでその場に倒れた。この物音で家臣たちが立ち騒いでる合間に、左門は素早く逃れ、行方をくらました。尼子常久はこの事件を伝え聞いたが、兄弟の義に深く感心し、強いて左門の後を追わせなかったということだ。ああ、交わりは軽薄な人と結んではな